恐竜研究者のコチ類進です。最近テレビや図鑑で見かけるティラノサウルス、なんだかふさふさしてると思いません？インターネットではですね、弱体化しただとか解釈違いだとかいろいろと言われておりまして、このふさふさとした羽毛を持ったティラノサウルス、恐竜ファンにとっては気になるテーマだと思います。そこで今回はですね、現役の恐竜研究者である私、コチ類進が最新研究に基づいたティラノサウルスの羽毛の有無についてまとめてみました。詳しい経歴についてはチャンネル概要欄を見てほしいのですが、現在はカナダのトロント大学で研究員をしている本物の恐竜の研究者です。この動画は最新論文を網羅して客観的にまとめていますので、日本語で見られる資料としては最も正確になっているものと思います。この動画ではティラノサウルスの羽毛の有無とその根拠、そして最新研究から予想される姿について5章立てで解説していきます。最後まで見ればティラノサウルスの羽毛について、その成り立ちから全てわかるように作ってますので、ぜひ楽しんでいってください。では早速始めましょ羽毛を持つティラノサウルス類。結論からいきます。現時点で羽毛を持ったティラノサウルスの化石は一切見つかっていません。この種からは羽毛どころかむしろ皮膚の化石、つまり鱗の跡が体の一部から見つかっています。ただし現代の恐竜である鳥の仲間も体の大部分は羽毛、しかし一部は鱗に覆われているので、これだけでは羽毛が存在しないとは言い切れません。またティラノサウルスそのものではないですが、ティラノサウルスの仲間からは羽毛のようなものが見つかっています。一つは原始的なティラノサウルス類ディロングです。この恐竜は約1億3000万年前の中国の地層から見つかった肉食恐竜で、2004年に発表されました。特に尻尾の周辺から多数の繊維状の組織が保存されており、これを受けて全身に羽毛が生えた状態で復元されることが多いです。この論文では体が小さかったからこそ体温を保つために羽毛を持つことが重要だったのではないかと推測されました。しかし2012年にこの説を覆す化石が発見されます。それが大型ティラノサウルス類ユーティラヌスです。ユーティラヌスはディロングとほぼ同じ時代の中国から見つかった大型のティラノサウルス類です。推定体重は少なくとも1トン以上、つまりディロングの100倍以上になります。このように巨大なティラノサウルス類ですが、明確な羽毛の痕跡が見つかっています。写真は足のあたりの羽毛ですが、ほぼ全身から羽毛が見つかっています。この発見により大型のティラノサウルス類にも全身に羽毛が生えていた可能性が見えてきました。では先祖に羽毛があったからティラノサウルスにも羽毛があったと言えるのか。それを知るためにもまずは羽毛の進化過程を見ていきましょ羽毛の進化。現代の鳥類は様々な用途で羽毛を使っています。例えばそれは空を飛ぶためだったり、体温を保持するためだったり、さらには体を飾り付けるためだったりします。羽毛はケラチンというタンパク質でできており、皮膚や筋肉に比べて腐りにくいため、時々化石として保存されることがあります。有名な例だと始祖鳥という最古の鳥類から羽毛が見つかっていますね。ズームすると分かりやすいかと思います。この羽毛の発見こそが鳥類が恐竜の子孫であると判明した重要な手がかりでした。始祖鳥のような鳥の仲間に限らず、実は多くの恐竜類から羽毛が見つかっています。恐竜類には鳥に進化する竜斑類と恐竜時代の終わりに絶滅する鳥斑類、大きく分けて2つのグループがあるのですが、この絶滅する鳥斑類からも羽毛のようなものが見つかっています。その代表例がこの写真、プシッタコサウルスというトリケラトプスなど角竜の仲間です。尻尾の部分を拡大するとフィラメント状の構造がたくさん見られると思います。全然羽毛っぽくないじゃんって思うかもしれませんが、
これが羽毛のプロトタイプ、プロトフェザーであると言われています。プロトフェザーとは何かということになるでしょうから、ここで簡単に羽毛の紹介をしていきましょう。細長い繊維状、太い繊維状、根っこで結合した繊維の集合体、先端で結合した繊維の集合体、左右非対称に分岐したスッカスカの羽毛、左右対称に分岐したスカスカの羽毛、先端と基部で複数回分岐した羽毛、基部が膜に覆われた複数の繊維からなる羽毛、細い羽軸を持ち、先端部の結合が緩い羽毛、太い羽毛を持ち、羽辺が強く結合した羽毛、太い羽軸を持ち、左右非対称な羽辺を持つ羽毛、基部がリボン状になった羽毛、そして羽辺が縮小した羽毛と、合計13種類ほどのタイプがあると言われています。これを覚える必要は全くありません。ただ、この中で単一の繊維でできているとされるものや、根っこのみでつながっている繊維状のものは、多くの場合、プロトフェザーと呼ばれるという点だけ押さえておいてください。とはいえ、厳密な定義は研究によって大きく変わるので、まだまだ、研究中の分野ではあります。先ほど紹介したプシッタコサウルスに関しては、細長い繊維状のプロトフェザーですね。さて、このように多くの恐竜が羽毛、もしくはそのプロトタイプを持っていたことから、すべての恐竜の共通のご先祖様は、すでにプロトフェザーを持っていたという可能性も指摘されています。その根拠の一つが、翼竜と呼ばれる空を飛ぶ爬虫類です。有名なのはプテラノドンなどですね。彼らはよく恐竜と間違われますが、実は恐竜よりも古い時代に進化した爬虫類で、恐竜と同じ祖先を持っていました。そんな翼竜類ですが、最新の研究によって羽毛に覆われていた可能性が見えてきました。その歴史は古く、1831年にはすでに繊維状の軟組織が見つかっていました。当初は疑問視されていましたが、1990年以降、報告がどんどんと増えていきます。この今見せている画像の赤枠のところなんかが分かりやすい羽毛の跡ですね。これらはピクノファイバーと呼ばれ、哺乳類の毛とも鳥類の羽毛とも異なる軟組織であると当初されていました。しかし2019年の研究ではピクノファイバーに多数の分岐が見られること、表面微細構造の類似性、そして化学的にも羽毛と似ていることから、鳥類の羽毛と相同である、つまり同じ起源のものであるとされました。さらに2022年には冠部分の羽毛からメラノソームという色素細胞小器官が発見されました。これによって翼竜類は羽毛を持つだけではなく、今生きているクジャクのように羽毛を使って異性にアピールしていた可能性も見えてきました。翼竜類の羽毛に関しては今なお議論が続いていますが、このように最近の研究では恐竜や鳥類と同じ起源を持つものだったと考えられています。このように翼竜が羽毛もしくはプロトフェザーを持っていたとされることから、最近の研究ではプロトフェザーはおそらく恐竜の祖先の段階で獲得されていたと考えられています。なので進化の流れ的にはティラノサウルスやその仲間たちが羽毛を持っていても全くおかしなことはないんですね。そして実際に原始的なティラノサウルスの仲間はプロトフェザーを持っていました。詳しく見ていきましょう。ティラノサウルス類の軟組織。ティラノサウルスの仲間から羽毛の痕跡が見つかっているというのは先ほど話した通りです。しかし実は羽毛に限らなければ皮膚化石などの軟組織、つまり皮膚や羽毛など骨以外の部位はたくさん見つかっています。それらはサンタナラプトルやダスプレトサウルス、アルバートサウルス、ゴルゴサウルス、タルボサウルス、そして言わずと知れたティラノサウルスを含む多くの種類から見つかっており、時代的にも白亜紀前期から後期、つまりだいたい鳥の仲間が出現した頃から恐竜時代の終わりまで幅広い年代から見つかっています。それぞれについて詳しく見ていきましょう。ユーティラヌスとディロングは先ほど紹介したものですね。どちらも羽毛を持つティラノサウルス類です。ディロングの羽毛は基本的に細長く、細かいもので構成されているようです。2022年の論文では、途中で分岐するタイプの羽毛が多く含まれているとされており、
さらにもう少しだけ複雑な分岐をした羽毛があった可能性も指摘されています。一方のユーティラヌスは15センチ以上にもなる長い羽毛をたくさん持っています。羽毛は複雑に絡み合っているのでタイプ分けをするのは非常に難しいのですが、2022年の論文に従うのであれば、細長い羽毛と根っこで分岐した羽毛、この2種類を持っていることになります。これも論文によってブレがあるんですけれども、こんな感じのザ鳥の羽毛って感じの羽毛ではありませんでした。さて、羽毛持ちのユーティラヌス、そしてディロングの次に登場するのはサンタナラプトルです。サンタナラプトルはおおよそ1億年前のブラジルの地層から見つかった肉食恐竜です。おそらく子供の化石ですが、それを差し引いても推定体重 15kg 程度と小型の種類でした。腰や足の化石しか見つかっておらず、実のところ本当にティラノサウルス類なのかまだ諸説あり、新しい化石の発見が待たれる恐竜です。ただし、その保存されている部位は皮膚の化石や筋肉繊維、さらには血管まで化石化しているとされます。サンタナラプトルの皮膚は左足の裏側に保存されていますね。サンタナラプトルの次は一気に時代が進み、恐竜時代の終盤です。この時代には巨大ティラノサウルス類がたくさん出てきます。まずはアルバートサウルスを見ていきましょう。アルバートサウルスからは皮膚の跡が残った化石が1個体分見つかっています。場所としてはお腹の下側のものですね。鱗は比較的細かい直径 1.5mm 程度のものと、比較的大きい直径 2.3mm 程度のもの、さらには直径 7mm ほどもある巨大かつ尖った鱗も存在していました。このような鱗は植物食恐竜では数多く見られるのですが、肉食恐竜だと南米のカルノタウルス以外には知られていません。続いてゴルゴサウルス。こちらも有名な巨大肉食恐竜ですね。アルバートサウルスよりも少し古い時代のアメリカやカナダに生息していました。ゴルゴサウルスとアルバートサウルスは混同されることが昔から多いのですが、最近は別のものとして分けて考えるのが主流のようです。ゴルゴサウルスの皮膚化石は尻尾の中ほど近くの下側から見つかっています。残念ながら鱗の形自体は残っていないのですが、鱗に沿った結晶化のおかげで変色しています。それぞれの鱗は平均で直径 3.6mm ほど。他にもゴルゴサウルスの模式標本、つまりこの種を定義する化石からも皮膚化石が報告されているのですが、現在では石膏で覆われてしまっており、見られないとのことです。アルバートサウルスやゴルゴサウルスよりもさらにティラノサウルスに近いのはダスプレトサウルスです。ダスプレトサウルスはまた1トンから2トンほどもあった巨大な肉食恐竜です。アルバートサウルス、ゴルゴサウルスと生息年代も近く、当時のアメリカやカナダには巨大な肉食恐竜が何種も存在していたということがわかります。最近の研究ではダスプレトサウルスは時代によって3種類存在するという説もありますね。鱗化石の詳細な位置は残念ながら不明です。ダスプレトサウルスの皮膚化石は2001年に発掘された記録があるのですが、まだクリーニングが進んでいないようですね。ただし発掘当時の写真が残っており、それに基づくと直径 3mm ほどの鱗がびっしりと並んでいたということが分かっています。さて、軟組織が残っている中で最もティラノサウルスに近い恐竜がタルボサウルスです。アジア版ティラノサウルスとも言われるタルボサウルス。実際2000年頃まではティラノサウルスの一種とする説も存在していました。現在では別のグループとして扱われていますが、それでもティラノサウルスに最も近い恐竜の一つとして知られています。モンゴルから数多く見つかっている恐竜で、時代は約7000万年前と恐竜時代のほぼ最後。推定体重は2トン前後と北米のティラノサウルス類に匹敵する巨体です。タルボサウルスの皮膚の跡は複数見つかっています。一つは胸のあたり、そしてもう一つは足の裏ですね。胸のあたりの皮膚化石は回収されておらず、
カナダのロイヤル・ティレル博物館がレプリカを持っているのみになります。盗掘によって化石がひどく破損していたため、回収までは至らなかったんですね。ですが、このレプリカによって直径2ミリ程度の鱗が均一に広がっていたということが分かっています。もう一つの皮膚化石に残っている足の裏の鱗も同じような構造だったみたいです。この構造は足跡化石に残っており、皮膚そのものの化石ではないのですが、鱗の形を捉える非常に重要な手がかりです。さて、ここまでたくさんのティラノサウルス類の羽毛や皮膚化石を見てきました。では、ここで本家本丸、ティラノサウルスはどうだったのか見ていきましょう。言わずと知れたティラノサウルスですが、簡単な解説を。見つかっているのはアメリカとカナダ。時代は恐竜時代の最後の最後、約6800万年前です。推定体重は最大のもので約8トンと、とにかく他のティラノサウルス類と比べても巨大なことが最大の特徴ですね。陸上生物史上最大の捕食者で、映画やゲームでも大人気の恐竜です。冒頭でも言ったように、ティラノサウルスそのものから羽毛は見つかっていませんが、皮膚化石は複数見つかっています。一つは首、一つは腰、そして一つは尻尾の付け根のあたりですね。ティラノサウルスから見つかっている鱗化石は他のものよりも面積が大きく、細かな特徴まで見て取れます。鱗の構造や大きさはこれまで紹介したティラノサウルス類と似ているのですが、ある程度の数の鱗がひとまとまりになって、いくつかのまとまりの間に溝ができていることから、この溝によって皮膚のシワが寄っていたのかもしれません。以上、これまで見つかっているティラノサウルス類の軟組織でした。皆さんがね、思っていた以上に多くの種類から多くの皮膚化石、羽毛化石が見つかっていたんじゃないかと思います。ただ、多分皆さんが知りたいのは、結局ティラノサウルスに羽毛があったのかどうか、この一点だと思います。最新研究の成果を見ていきましょティラノサウルスに羽毛はあったの？祖先形質復元解析というものがあります。恐竜など絶滅した動物の姿や生活を知る上で非常に重要な解析方法です。ご先祖様の特徴、今回であれば羽毛の有無ですね。それを子孫たちの進化の関係やその種が生きていた時代から推定する解析です。これによってその特徴の進化の流れが復元できるし、逆に子孫の特徴の推定までできるわけです。2017年の論文ではティラノサウルス類を対象にこの解析がかけられています。先ほど紹介したティラノサウルス類の羽毛と鱗の関係を図に表すと、このようになります。古い時代かつ原始的なティラノサウルス類が羽毛を持っており、より新しい種では鱗を持っている傾向にありますね。これを統計的に解析してみると、ティラノサウルス類全体の祖先が羽毛を持っていた可能性は約 90% に上るという結果が出ています。しかし、より新しいティラノサウルス科の祖先を見てみると、羽毛がある可能性は 2.6% まで下がります。この結果からティラノサウルス類の仲間はもともと羽毛を持っていたが、時代が進むにつれそれが失われた可能性が高いということがわかります。この結論は2020年の再研究や2022年の獣脚類、いわゆる肉食恐竜ですね。このグループ全体の皮膚化石研究でも支持されています。ただし、これらの論文はティラノサウルスに羽毛があった可能性を完全に否定するわけではありません。そもそも羽毛や鱗は体のごく一部からしか見つかっていないので、他の部位に逆のものが存在していた可能性は否定しきれません。そもそも冒頭でも言ったように、鳥は羽毛も鱗も両方持っているわけですからね。実際にティラノサウルスの皮膚化石が見つかっているのは首と腰と尻尾。同じ白亜紀末のティラノサウルス科を合わせれば、さらに胸や腹、足の裏が含まれます。このことから2017年の論文では、ティラノサウルスが羽毛を持っていた可能性は低いとしつつも、仮に
羽毛があるのであれば背中側だったであろうと結論付けています。また仮に羽毛が存在したとして、それは鳥類のような複雑な羽毛ではなく、ディロングやユーティラヌスのように多少分岐がある程度のプロトフェザーだったと思われます。このようにティラノサウルスに羽毛があった可能性は低いということは分かりましたが、ここで一つ疑問が出てきますね。一体なぜティラノサウルス類はかつて持っていた羽毛を失ってしまったのか。これを解き明かすためには羽毛の役割を理解する必要があります。今生きている鳥類でこそ羽毛は空を飛ぶためだったり、つがいを見つけるためだったりと様々な役割がありますが、進化の初期においては体温保持が主な理由だったと考えられています。しかし少なくとも体の大部分を鱗が覆っているティラノサウルスにおいて、体温保持はさほど重要ではなかったと思われます。これまでの研究では逆に放熱が鍵になるのではないかという視点で4つの仮説が立てられています。1つ目は暖かい地域に住んでいたから羽毛による体温保持の必要がないという仮説です。ただこの研究ではこの仮説に関しては可能性が低いとしていますね。羽毛を持つユーティラヌスの生息環境において年間平均気温は約10度前後。対して羽毛を持たないティラノサウルスの生息環境は年間平均気温が約10度程度。タルボサウルスのものも約10度から14度程度と大きな違いがないことが分かっています。なので周りの気温が羽毛の消失に与えた影響は小さいでしょう。2つ目は直射日光というか環境の違いですね。アジアに住むゾウやサイはアフリカの種よりも多少毛深いことが分かっており、これはアジアの方が木々が生い茂っていたからかもしれないということです。ユーティラヌスが生息していたのは森林環境だったとされ、同じように直射日光が少なかったため羽毛を維持するメリットがあったのかもしれません。3つ目は高い運動性能ですね。運動性能が高いとその分放熱が重要になってくるため羽毛が邪魔であるという説です。羽毛を持つユーティラヌスは普通の足を持っているのですが、ティラノサウルス科はアークトメタターサルという運動性能が高いとされる特殊な構造の足を持っています。これによって高まった放熱の必要性から羽毛が失われたという説です。そして4つ目が巨大化です。大きな体を持つとその分熱が溜まりやすいんですね。風呂桶1杯のお湯とコップ1杯のお湯、どっちが先に冷めるかという話です。ただこれを聞いて、おい待てよ、おかしいだろと思ったそこのあなた、いい感してます。この動画の冒頭でユーティラヌスは大型のティラノサウルス類であり、この恐竜の発見によって大型のティラノサウルス類にも羽毛がある可能性が指摘された。そのように言いましたね。これは矛盾しているように聞こえます。細かく体重を調べてみると、ユーティラヌスは確かにティラノサウルスやゴルゴサウルス、タルボサウルスに比べて小さいものの、羽毛を持たないアルバートサウルスと同程度の体重であったということが分かっています。なので今のところ巨大化したことと羽毛を失ったことの関係性はまだはっきりとは分かっておらず、新しい化石の発見がもどかしいところです。ティラノサウルスの子供の姿。ティラノサウルスに羽毛がないということは分かった。で、最後の疑問は子供のティラノサウルスには羽毛があったのかというポイントです。実はですね、ティラノサウルスも若い頃は羽毛が生えていて、大人になるにつれて羽毛を失ったという説が非常に根強いんですね。この仮説は2004年にディロングが見つかった時に提唱されたものです。体が小さい頃は体温保持のメリットが大きいからという理由ですね。さらには同じく巨大で毛がないゾウも子供の頃はほんのわずかに毛が生えているという点も根拠として挙げられていました。また恐竜類は一般的に子供の頃は祖先の特徴を持ちがちという点も挙げられています。なので子供の頃は羽毛を持っており、大人になると羽毛を失うという変化は進化の流れ的には不思議なことではないんですね。ただし2017年の論文では
そのような前例は今のところ確認されていないということは強調されています。そもそも逆に鳥のヒナが鱗に覆われているかというとそんなこともないわけですしね。少なくとも現在、子供のうちは羽毛があったという説を支持するような化石も、子供の頃も鱗に覆われていたという仮説を支持する化石も見つかっていません。なので、ティラノサウルスの子供に羽毛が存在した可能性を完全に否定することはできませんが、この仮説は慎重に取り扱う必要がありそうです。まとめると、原始的なティラノサウルス類は羽毛を持っていたけれども、恐竜時代の終わりに近づくにつれ、羽毛を喪失したか、もしくは大幅に減少しただろうということが最新研究によって分かっています。つまり、子供も含めてティラノサウルスに羽毛があった可能性は現時点では低いということですね。羽毛の進化に関しては、運動性能や生息環境の違いが影響していた可能性が指摘されていますが、気温や体重の影響は小さいかもっとデータが増えるまでは分かりません。以上となります。このチャンネルでは今後も恐竜の最新研究を深掘りして発信していくので、高評価、チャンネル登録、通知をオンにしてお待ちください。ではまた次回お会いしましょう。